明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。年末のおせち作りの動画です。今年も家族が喜ぶものだけ作ります。エビは塩、片栗粉、料理酒でもみ洗いして、何度か水で洗い流します。ひげや足、尻尾をハサミでカットして整えたら、爪楊枝で背わたを取ります。卵黄とエビを味噌漬けにしておこう。お湯に卵を入れて、沸騰したらサーモスの保温容器に入れて、味噌漬け用は20分、角煮用は30分、このまま保温調理で火を通します。次はお湯に料理酒を少し入れてエビを茹でます。我が家はみんなエビの旨煮よりも塩焼きが好きなようですが、今回は茹でてから味噌につけておきます。火が通ったら取り出して、味噌 200g に酒とみりんを大さじ2ずつ混ぜました。保存容器に味噌を薄く伸ばします。清潔なガーゼか破れにくい丈夫なキッチンペーパーを敷いて、その上に水気を拭いたエビを並べます。キッチンペーパーをかぶせて、上にも味噌を薄く塗ります。味噌はしょっぱいから薄くでいいよ。冷蔵庫で2日間寝かせます。100円ショップのおかずトレイに味噌を少し入れて、小さく切ったキッチンペーパーを乗せたら真ん中をくぼませます。低温でゆっくり茹でた卵を割って、白身は後で白だしをかけて食べよう。黄身を傷つけないように優しく白身を取ります。容器に入れたら、キッチンペーパーに薄く味噌を塗って、かぶせます。これも冷蔵庫で2日間寝かせておきます。楽しみだね。バター風味のお菓子みたいな田作りを作ります。我が家は伝統的な醤油の田作りをあまり食べてくれないのです。ごまめを弱めの火で10分くらい炒めてカリッとさせたら、軽く砕いたナッツも合わせて香ばしく炒めます。一度ざるにあけて、細かいかけらを取り除き、フライパンに戻したらバター 20g と砂糖小さじ2を加えて弱火で煎ります。お好みで塩を少し入れてもいいのですが、ごまめやバターに塩分があるのと、
ナッツは素焼きか塩味かでも変わってくるので、味を見ながら好みに調整します。これならおやつ感覚でいつでもつまめる美味しさです。娘のリクエスト、豚の角煮を作ります。去年のおせち動画で詳しく解説しているので、今回は簡単に。鍋に材料を入れ、沸騰したら蓋をして弱火で1時間半煮ます。一度取り出して、豚肉と茹で汁 400cc、みりん、砂糖、醤油を各大さじ3ずつ加え、沸騰したら落とし蓋をして弱火で1時間煮込みました。柔らか照りとろになりました。ほろほろで美味しいね。ゆで卵も一緒につけておきました。よし、角煮完成。さあ、次々作るよ。2年前は蜂蜜レモン栗きんとん。去年はリンゴのきんとんを作りましたが、今年はみかんのきんとんにしてみます。さつまいもは皮を剥き、適当な大きさに切って、水にさらします。さつまいもと水 50cc を鍋に入れ、柔らかくなるまで蒸し焼きにしました。その間にみかんを2個絞ります。さつまいもが柔らかくなったら潰して、この時にさつまいもの甘さを見ておくといいです。さつまいもの種類やみかんの糖度によって出来上がりの甘さが変わるので、砂糖の量は調整しながら入れます。鍋にさつまいもを戻して、みかん、砂糖、白ワインを入れ、弱火で練ります。一気に入れてしまいましたが、砂糖は量を調整しながら入れて、好みの甘さにします。味を見て、みかんを一つ追加しました。去年と同じように、半分はこのままで、残り半分は牛乳大さじ3とバター 15g 追加しました。少し風味が変わって楽しい。粗熱が取れてから冷蔵庫に入れます。大きな紅しぐれ大根が売っていたので買ってきました。酢を使わないフルーティーな柚子なますを作ります。彩り用の花大根も作ろう。菊の型の方は部位の対角線上に軽く切り込みを入れて、線の横を少し切り取って立体的にします。花びらの枚数が多いので、これが一番簡単だと思います。かわいい。梅の型の方は中心に向かって丸く切り込みを入れて、その横も丸く切り取ります。丸くカーブを描いて優しい雰囲気にします。ねじり梅完成。次は千切りにします。スライサーで薄く切った大根を切りやすいように並べて、細く切り、塩を小さじ1くらいまぶして置いておきます。きれいに洗った柚子、ギザギザに切り込みを入れていきます。
ギザギザじゃなく、まっすぐに切っても、もちろん大丈夫です。くるっと一周したら、中身を取り出して、柚子の皮は器になります。使わない部分の皮を薄く剥いて、なますに混ぜるので、苦味が出ないように上の黄色い部分だけを薄く剥きます。細く切っておきました。飾り用、果汁用、柚子釜用。いつもはお茶パックに入れて手で絞っていますが、今回は量が多いのでブレンダーを使います。苦味や雑味が少し出るので、柚子の風味が好きなら大丈夫ですが、クリアな果汁にしたい場合は手で絞ります。塩をまぶした大根からたくさん水分が出ます。ぎゅーっと絞って、柚子果汁大さじ2と砂糖小さじ2を合わせて、味を見て砂糖を少し追加しました。大根に混ぜ合わせます。柚子の皮も加えよう。混ぜているうちにだんだんと綺麗なピンク色に変わります。花大根は簡単酢につけておこう。冷蔵庫に入れておきます。柚子果汁がたくさんあるので、鮭の幽庵焼きを作ります。鮭に軽く塩を振り、10分くらい置いておきます。柚子果汁大さじ3、料理酒大さじ2、みりん大さじ3、醤油大さじ2を混ぜ合わせて、鮭は料理酒をかけて塩を流します。しっかり水気を拭いたら、半分の大きさに切って、柚子だれに入れます。冷蔵庫で3時間から半日くらい寝かせて、汁気を切って焼きます。次は八幡巻き。ごぼうを10センチくらいの長さに切り、縦に4つに割ります。酢水にさらして、ついでに煮物用に乱切りにします。人参も同じくらいの大きさに切ろう。味の染み込みを良くしたいときは皮を剥きます。太い人参だったのでごぼうより大きくなっちゃったけど、まあいっか。鍋に水 200cc、酒とみりん大さじ1ずつ、白だし大さじ2、醤油大さじ 1.5 を入れて、ごぼうと人参を煮ます。最後に、インゲンもさっと煮ました。米粉の上に、ふるさと納税の返礼品でいただいた牛肉、ごぼう、人参、インゲンを乗せて、くるくる巻きます。米粉をはたいておきます。
フライパンで焼いていきます。巻き終わりを下にして並べて、時々転がしながらまんべんなく焼きます。火が通ったら酒とみりん大さじ2ずつと砂糖小さじ2、醤油大さじ 1.5 を加えます。テリテリになるまで煮絡めたら完成です。次は鶏肉のインボルティーニ。水洗いしたドライトマトをお湯に5分浸して軽く戻します。インボルティーニは巻く、包むという意味です。パセリは葉の部分をみじん切りにして、ドライトマトも小さく刻みます。ニンニクもみじん切り。煮物用の飾り切りで出た野菜のかけらも入れます。人参、レンコン、椎茸、塩 3g、粗挽き胡椒少々。ナツメグはお好みで、オールペッパーも多めに入れてスパイシーにします。今回は合いびき肉を使っていますが、鶏ももひき肉でも何でも大丈夫です。よく混ぜておきます。鶏もも肉のドリップを拭いて、筋や軟骨、余分な油を取り除きます。格子状に切り込みを入れて鶏肉を広げたら、空き瓶でよく叩いてさらに広げます。こんなに大きくなったよ。先ほどのひき肉を細長く丸めて、鶏肉で包んでしまいます。あとはタコ糸を適当に巻いて、今回はサーモスの保温鍋に入れてじっくり保温調理しましたが、もちろんフライパンで蒸し焼きにしてもいいし、オーブンで焼いても美味しい。崩れないように縛ったら、表面を焼きます。料理酒を少し入れて、保温鍋に入れておきました。毎年おせち作りの動画で煮物を作っているので、今回は簡単に切り方のコツだけをお伝えします。花レンコンは穴と穴の間を
星形などの角で抜いて、レンコンを持つ手を裏、表と返しながら角を取っていくと一番効率がいいです。絹さやはお尻から筋を取ると一度に全部いけます。包丁にくっつきやすいものは包丁を少し右に倒して切ると楽です。ぬるぬる滑るこんにゃくのねじり方は、端っこを真ん中の切り込みに差し込んだら反対の手で引っ張り出すと素早くできます。包丁仕事は頭の中を無にできるので好きです。花こんにゃくと人参をみりんと白だしで煮ます。鶏肉と下茹でした食材を炒めて、人参は宝蒸し用。花こんにゃくは手作りのゆずポンで食べます。煮物はお出汁や調味料を入れてことこと煮込みます。さあ、今回一番人気だった宝蒸し。柚子の器に好きな食材を入れて蒸すだけ。今回はタコ、ホタテ、しめじ、エビ、人参と三つ葉。料理酒を少し振りかけて、蒸し器に並べ、10分くらい蒸しました。宝蒸し用の柚子ポンを作ります。柚子果汁と白だし、醤油を各大さじ2ずつと、みりんを少し、よく混ぜ合わせます。この手作りポン酢がとても美味しかった。わあ、柚子の香りが最高です。かまぼこは 1.5 センチくらいの厚さに切り、ピンク色の部分を途中まで切り離して、縦に切り込みを入れたら、こんにゃくと同じように手綱にします。八幡巻き、切ってみよう。いいですね。できるだけ同じ高さになるように切りました。チキンロールはどうかな？ちゃんときれいにできているのか心配です。ちら。きれいにできていました。よかった。今年のおせち料理、完成です。おいしそう。味噌漬けはどうなったかな？見てみよう。おー、いい感じです。卵黄はどうかな？あ、めくれちゃった。ちなみにこの味噌は石狩鍋やちゃんちゃん焼きに使います。黄身の周りについている味噌を優しく取ったら、きれい。何ですか？この輝く神々しい食べ物は。これはご飯と一緒に食べると最高なんです。お重より簡単なプレートおせちにしました。お重には残りを適当に詰めてあります。おせち、できたよ。ワンプレートおせちは好きなようにポイポイ乗せられて楽です。皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
次回からまたお弁当作りの動画になります。お弁当作り、一緒に頑張りましょう。ご視聴ありがとうございます。またね。